ここんにちは。私生活を明るく快適にメガネの伊沢です。これから春に向かって新入学シーズン、新生活シーズンっていう形で春になるとね、いろいろ新しいことが始まるっていうことがあるんですけども、その中でいろんな新しくなる時にメガネを作り直そうとかっていう形でメガネをね検討される方もいらっしゃると思うんですけども、今日はその中でも子どものメガネについてお話をちょっとしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず子どものメガネ、その前に子どもの視力、見え方ですね。人間っていうのは生まれてすぐに視力がいきなりあるわけではなくて、やっぱり成長とともに徐々に視力っていうのは発育していく、発達していくものになるんですね。でその中でうまくピントが合っていない状態とか、うまく見えづらい状況があって、それが原因でうまく視力が育たないっていうケースもあります。一般的にその弱視っていうものになるんですけども、その視力がレンズを入れても視力が上がりにくい状態を弱視と言いますけども、その弱視を検出するために、よく区とかでやっているような3歳児検診とか、そういう検診によって発見されるっていうのが一般的な流れになるかと思います。一番多い流れになると思います。中にはね、親御さんがお子さんがなんか見づらそうにしているな、ちょっと見方が変だなとかっていうので眼科を受診して、そこで発覚するっていうケースもあるんですけども、何よりもこの視力がうまく発達していない状態、弱視の状態はなるべく早くに発見をして、なるべく早くに対処することによって、普通に視力が一定通りというんですかね、一般通り成長していくっていう流れに持っていくのが理想的になります。そんな中でその3歳児検診とかで見つかるっていうケースも意外と実は、見つけようとは当然してるんですけども、なかなか難しい側面があって、今まではそのアナログな視力検査、家でこの視力検査ちょっと練習してみてくださいっていうような、スクリーニング検査的なものを実際家庭でやって、でもやっぱり当然親御さんは必ずしも視力検査のプロではないので、本当に見えてるのかな、気が乗らないだけかなっていう形で見逃してしまうというのかな、見えてるよねっていう感じで済ましてしまうっていうケースも一部あったりもします。そして3歳児検診の会場に行っても保健師さんとかスタッフさんに視力検査をしてもらって、その見えてるか見えてないかっていうのを、見えてそうか見えてなさそうかを判断をしながら、眼科検診が必要な子なのかな、必要ないのかなっていうのを判断していくっていうのが、一般的な3歳児検診に、これまではそんな流れだったんですけども、やっぱりこの状況の中で、3歳っていうとまだ他人っていうのかな、他の人検査のスタッフの人に正確に見えてるか見えてないか、これが空いてる、こっちが空いてるって正確に答えられることを、やっぱり気分が乗らない、人見知りがするとかね、そういう形でうまく答えられなかったりするケースも普通にあるので、ここら辺では、今までのアナログの検査ではやっぱりその見落としっていうんですかね、見えてるかなっていう判断で見逃されてたケースっていうのも実際にあるんではないかなというふうに思います。その中でもう何年か前に私もその大田区の、お店が大田区にあるんですけども、その大田区の3歳児検診の方法っていうのがやっぱり従来通りの方法だったので、そこら辺でその大田区の方に陳情書という形でその機器を用いた視力検査の導入を陳情した過去がありまして、それが採択されて、実際に今では大田区の3歳児検診では機器を用いてそのスクリーニング検査、見えづらい可能性がある子を機械によって判定するような方法になりました。それによって他の地方では実際にそういう統計を取った眼科の先生がいらっしゃって、実際にその機器を導入する前の斜視弱視っていうものの検出率と機器導入後の検出率っていうのが格段にアップしているというような報告を出されている先生もいらっしゃって、それをもとに大田区も機器の導入をしていただいて、それで今こういう見逃しっていうんですかね、要検査の見逃しっていうのが少なくなっているんじゃないかなというふうに思います。でよくその、子どもの頃から眼鏡をかけさせるなんてかわいそうっていう意見をたまに聞くんですけど、
逆を返して言うと、その見づらいからそのうまく育つはずの視力が育たない状況があるのが弱視になるので、その面ではちゃんと育つべきものをちゃんと育つように眼鏡によって治療をして、その正確な視力の獲得をするっていうのが、本来の子どもの時期、幼少期の頃にかける眼鏡の必要な部分なんですけども、それがこう外観上とかで、例えばそういう状況を知らない人が、眼鏡をかけさせるのがかわいそうっていう意見は全くこう逆に子どもに対してかわいそう、育つはずのものが育たない状況を作り上げてしまうことがかわいそうだと思うので、そういう部分ではしっかりと治療になるので、子どもの目を守るために、子どもの将来を守るために、眼鏡をかけていただく大切な時期なんではないかなというふうに思います。そんな中で結構ね、親御さんも、うちの子に限って見えづらいなんて、そのうち今だけ見えづらいからそのうち見えるようになるでしょうっていう形で放っておくと、やっぱり取り返しのつかないというか、いう場合もなくはないので、そういった部分も含めてちゃんと眼科さんを受診して先生の指示のもと、弱視治療という形で眼鏡をするっていうのは非常に大切なことになるかと思います。結局、カメラで例えるとピントが合ってない状態で今まで過ごしてきて、そのフィルムにあたる網膜が正常に成長しないと結局映るものも映らない状況になってしまうので、そういった部分では、眼鏡によってカメラのレンズをピントを合わせるみたいなイメージでちゃんと正確な映像を網膜に送ることによって網膜がちゃんとこういう刺激なんだっていうことで見えるっていう刺激に対して解像度が上がっていくっていうんですかね、視力が上がっていくっていうのが通常の流れになります。なので、お子さんの時期の眼鏡矯正、特に弱視矯正の眼鏡っていうのはその視力が発達するまで、ひとまずは視力が発達するまでの治療の一環になるんですね。でうまくいけばというべきなんでしょうかね。成長とともに眼球も成長して、もともとずれやすかったピントがどんどん合ってくるっていう傾向も基本的にはあるので、その子どもの頃に眼鏡をかけてても成長とともに眼鏡がいらなくなるっていうケースもあります。で、そこで視力がちゃんと発達していれば、最終的に大人成人になる前ですかね、成長期の中盤から後半には眼鏡を外すっていうケースもあるので、そこら辺ではしっかりとその時期ちゃんと矯正をしてあげるということが重要になりますので、ここら辺はね、内容をよく理解していただくっていうのが一番いいんですけど、なかなかここら辺って勉強をしないとわからない部分っていうんですかね、本質はわからない部分っていうのもあるので、なかなか難しいんですけども、何よりも結局外観的に眼鏡かけて子どもの頃からかけてかわいそうっていうこと自体はよしていただきたいなというふうに思います。そこで結局その子どもの頃の視力眼鏡矯正の重要性っていうところはそういうところにあって、正確な視力の獲得を育むために眼鏡矯正が必要になってくるところになります。で、その後もやっぱり結局そのピントが合ってないと、その生活環境、ライフスタイルに合わせてそのピントが合っていないと結局はやっぱり目にとってもストレスになってくる部分があるので、その後も近視とかに今度移行したりとか、遠くが見づらい状況を今度都市伝説的な感じで眼鏡をかけるともっと目が悪くなるって思ってる方が今でもまだいらっしゃるんですけども、基本的には見づらい状況の中でこう頑張ってものを見るっていうこと自体はやっぱりストレスになるかと思います。だから子供以外、子供から成長して幼児から小児になって、成人のその間でも結局見づらい状況っていうのはなるべく、見づらい状況があるんであれば、この眼鏡で治療が必要であればそこら辺は眼鏡をかけていただくっていうのが重要になるかなというふうに思います。でその成人した頃、成長期の後半になっても結局近視とかがあって、見づらい状況、例えば黒板であったりとか、映画見に行くとか遠くを見るっていうことも眼鏡によって正確にこう見える状況を作れるのであれば、そこら辺はやっぱり矯正をしていくことは大切になるのかなというふうに思います。大人になって、子どもの頃にそういう視力の発達が良くない
うまくないっていう時に対処しておかないと、例えばそのお子さんが将来的に、例えば警察官になりたいとか電車の運転手になりたい、飛行機のパイロットになりたいとかっていう時に、仕事によって、視力が必要な仕事もあるんですよね。でそういった時に、そういう例えば弱視があって弱視治療をせずにそのまま放置していると、いざ大人になった時に就きたい仕事に就けないっていうようなかわいそうなことになったりすることもあるので、そういった部分では本当に幼少期の視力、矯正治療っていうのは重要になるので、ここら辺は本当に眼科さん、そういう小児弱視とかに強いっていうんですかね、眼科さん先生に見ていただきながら、その先生の指示のもと治療していくのが大切になるかと思います。なので、眼鏡をかけさせるのがかわいそうっていうことで、もしかけさせないことがあったとすれば、将来的にその子が就きたい仕事に就かなくなる可能性の方がよっぽどかわいそうな状況になってしまうので、ここら辺はね、周りの環境も含めてお子さんの眼鏡視力治療っていうのを、理解が深まるといいなというふうに思ってます。大人になってからも今度はその先ほどの、映画見るとか車運転するとかっていう時にも当然視力がうまく育ってないと見づらい状況、頑張って見なきゃいけなくなりますし、あとは普通に一般的な近視になって裸眼ではピントがぼやけているから見えないけども、それを頑張って見ると目のストレスになってしまうので、やっぱり眼鏡によって正確に見えることによってリラックスして、映画を見る、安全運転するっていうにも視力が見えないと、やっぱりそこら辺は安全運転につながらなくなっちゃうんですかね。そういうことも考えられますので、やっぱり眼鏡っていうのはその人が生きる上で重要な器具になるんじゃないかなというふうに思います。でそこから今度、さらに年齢を重ねて、今度は近くの見づらさとかが出てきた時に、やっぱり今度、40代我々ぐらいの年代になってくると近くの見づらさが出てきますけども、その見えづらいけど、一般的に言う老眼っていうものを自分はそうじゃないっていう形で無理にもうこうやって頑張れば見えるんだ、明るいところで太陽の下で見れば見えるんだっていう風な形で頑張りすぎちゃうのもやっぱり良くないので、そこら辺はそれはそれで眼鏡の出番になってくると思うんですけども、そういうピントを合わせるための道具として眼鏡っていうのは生まれてから年を重ねてその先まで大切なものになるかと思いますので、結構ね眼鏡の見え方を合わせるだけで今まで不調だった体調、例えば首の肩こりがすごいとか頭痛がしやすいとか眩しさを感じやすいとか、そういったものの体調不良っていう部分が眼鏡である程度軽減とか改善するっていう可能性もありますので、本当に今や眼鏡というのはファッションの一部みたいな感じの認識も強まってきて、それはすごくいいことだとは思うんですけども、やっぱりその前提にあるのはその視力矯正器具としての眼鏡っていうのが大前提にあるっていうことは、頭の片隅に置いといていただくといいのかなというふうに思います。やっぱり何よりもその最近多いのは見え方から来るストレスっていうので、そのさっき言ったことを含める体調不良っていうのが出てきている方も多いです。最近はね仕事上例えばパソコンとかデジタル機器とかを見たりすることもあって、普通の今までの紙ベースの印刷物を見るって、読み書きするっていうことは意外と簡単というかストレスは少ない方だったんですよね。その距離を見るにしても、紙に書いてあって文章だとこうやって目を動かしていけばここにこう書いてあるだろうなっていうのが想像つくんですけども、デジタル機器っていうのは例えばスマホ一つとってもスマホのニュースサイト見ても見てスクロールすればその字の位置は動くので、それをわざわざ目でね毎回追わなきゃいけないっていう紙で書かれてるのとはまた違うストレスっていうのが生まれてきてるんですよね。そういう目の眼球運動みたいなところも忙しくなってるし、さらには紙っていうのは照明があって、その照明の光を反射した反射光を見ている状態に対して、デジタル機器っていうのは、基本的に液晶画面とかだとバックパネルから照明が当てられて、その
透過光を見てるんですよね。そういった部分で紙を見るのとまたデジタル機器を見るっていうのはまた違った側面もあるので、そこら辺も含めて度数を合わせることも重要ですし、あとは最近よく言うそのブルーライトカットとか、ブルーライトカットが必ずしもではないんですけども、そういったコーティングとか、あとレンズのカラーですよね。そういったものによってその強すぎる光の刺激をちょっと軽減させてあげる、和らげてあげるっていうことも必要だったりする方もいらっしゃいます。そんなのなくても大丈夫だよ。で実際にもそれがあってもなくても、疲れとか、目に対するものがそんなにストレスがあんまり変わらないっていう方もいらっしゃるのは確かだし、逆にストレスを感じやすい方は本当にそういったちょっとした光を整えるっていうだけでも楽に感じて全然ストレスが軽減するっていう方もいらっしゃるのは確かだと思います。その中で、メガネっていうのは、今簡単に、カジュアルに作れるような世の中にはなりましたけども、やっぱりその先ほど申し上げたような視力矯正器具としてちゃんとその見え方を整えるライフスタイルによってその見え方をちゃんと合わせてあげるっていうことは重要になってくるので、子どもから大人まで全てにおいてちゃんとしたメガネというべきなのか、そういう一人一人に合わせたメガネ作りっていうのが大切になってくるかと思います。特にねこういう先ほどちょうどこれからの4月の、そういう春先の新生活新入学とかっていうシーズンっていうのは、メガネが必要かな作ろうかなっていうふうに思われる方が多いシーズンなので、ちょっとねここら辺、子どもから大人までメガネっていうのはこういうもんですよっていうのをちょっと知っていただきたくこんなお話をしてみました。主にはねその子どもの頃にメガネをかけさせるのがかわいそうっていう意見がたまに聞くんですけど、それっていうのは逆に全く逆だと思っていただいた方がよくて、先ほど申し上げたように正確な成長を阻害しないようにメガネによってアシストする、そういうサポートするためのメガネになりますので、かける必要がある方はもうちゃんとかけて、でメガネって結構かかり具合とかそういうものによっても見え方っていうのは異なってきますので、しっかり調整をして正確に映像を目に与えられるようなメガネ作りっていうのが求められるんじゃないかなというふうに思います。そんな感じでこのねメガネの大切さってそれぞれいろんな側面、子どもの時期、成人期、仕事がデスクワークとか運転手とか、それこそパイロットとか警察官とかいろいろねその視力が必要ないろんな側面に対していろいろ深くそういう関わってくる部分がありますので、そういったところも含めてね自分がちょっと見づらいから自分のライフスタイルにはどうかなとかっていう疑問に思う部分があれば、ぜひメガネ屋や眼科さんに相談して、意見をね求めるんですかね、どういう状況なのかなっていうのを確認するのも大切なことじゃないかなというふうに思いますので、ぜひねそこら辺相談に行ってみてください。じゃあ今日は見え方、特に子どものことを話したかったんですけども、子どものことのみならず大人にも影響する部分がありますので、全体的な全世代に対して、メガネの大切さっていうのを知っていただきたくこんな動画こんなお話をしてみました。今後もメガネ作りの参考になるような動画を作っていきたいと思いますので、チャンネル登録、いいねもぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺でおしまいにします。それではまた。